皆さん、こんにちは。風タイムズです。今週の藤井風さんの動きは、これまでの世界的評価の積み重ねが、ついに日本国内の象徴的な舞台へと結実し始めた。そんな転換点を感じさせる1週間となりました。最大のトピックは、2026年夏に開催される国内最大級の野外フェス、フジロックフェス26への出演決定です。これは単なるフェス出演ではなく、世界で評価されてきた藤井風が日本の象徴的フェスに逆輸入的に凱旋する構図として多くのファンや音楽、メディアの間で強い意味を持って受け止められています。公式発表によれば、藤井風さんは7月25日に出演予定であり、当日にはクルアンビンや XG など国際的に評価の高いアーティストが並びます。英語圏のメディアでもこのラインナップは大きく取り上げられ、ジャンルも国境も超える編成として評価されています。さらに海外では、彼の影響力を象徴するトートバッグ現象が引き続き話題となり、音楽以外の領域にまで広がる影響力が改めて注目されています。加えて SNS では、フジロック出演発表を受けて、どのステージか？ヘッドライナー級か？といった考察が爆発的に増加し、コミュニティ全体が一気に活性化しています。今週は、まさに、世界日本再び世界へと循環する藤井風さんの現在地が浮き彫りになった週でした。本校ではその動きを、フェス出演、影響力、ファンコミュニティの3つの視点から、サクッと10分で読み解いていきます。パート1、フジロックフェス26、出演決定、世界帰りの凱旋が持つ意味。2026年2月20日、藤井風さんの公式サイト、および各種音楽メディアにて、フジロックフェス26への出演決定が発表されました。出演日は7月25日。新潟苗場スキー場で開催されるこのフェスは、日本最大級、かつ世界的にも知名度の高い音楽イベントであり、出演すること自体が一種のステータスとされています。今回のラインナップ第1弾発表では、ザ・ XX、マッシブアタック、ニツキなど、国際的に評価の高いアーティストが名を連ね、その中に藤井風さんが含まれていることが大きな意味を持ちます。英語記事では、66X unveiled, including Fujikaze. 66組の出演者の中に藤井風も含まれる、と報じられ、グローバルラインナップの一員として自然に位置づけられている点が特徴的です。特筆すべきは、公式海外向け情報で、フジロックデビュー、フジロック初出演と明記されていることです。これは意外にも、藤井風さんがこれまで同フェスに出演していなかったことを示しています。つまり今回の出演は、国内最大フェスへの初登場でありながら、世界的評価を携えての参加、という特殊なタイミングなのです。さらに重要なのは、配置です。出演日の7月25日は、クルアンミン、XG など、海外でも評価の高いアーティストと並ぶ中核日であり、フェスの中でも特に国際色の強い一日とされています。このことから、藤井風さんが単なる国内人気枠ではなく、国際的背景の中で配置されていることが明確に読み取れます。SNS では発表直後から、グリーンステージか？取り前では？といった具体的な配置予想が飛び交い、ファンの期待は急速に高まっています。特に海外ファンの間でも、I need to go to Japan this summer. 今年の夏は日本に行かなきゃといった投稿が見られ、日本公演への逆輸入的遠征が現実味を帯びています。この出演決定が象徴するのは、藤井風さんのキャリアが海外で評価され、日本で再確認されるというフェーズに入ったことです。フジロックという舞台は、その現在地を示す最もわかりやすい指標と言えるでしょう。パート2、風エフェクト再燃、トートバッグ現象が示す文化的波及力。今週も引き続き、海外メディアを中心に話題となっているのが、藤井風さんの非音楽的影響力です。特にオーストラリア ABC の報道では、彼が使用していたトートバッグをきっかけに、地方アーティストの作品が日本で爆発的に売れた現象が改めて取り上げられました。この出来事の流れは非常に象徴的です。もともとそのバッグは、オーストラリアのブロークンヒルという地方都市で制作されていた無名の作品でした。しかし、藤井風さんの映像作品に偶然登場したことで、日本のファンが一斉に注目し、
注文が殺到。結果としてそのアーティストは日本で個展を開催するまでに至りました。英語報道では、Thousands of Kaze's fans turned their attention. 何千人ものファンが一斉に注目したと表現されており、その影響のスケールが強調されています。この現象は SNS 上で風エフェクトと呼ばれ始めており、単なる有名人の影響とは異なる広がり方をしています。通常のインフルエンサー的影響は意図的な宣伝やコラボレーションによるものですが、今回のケースは完全に自然発生的なものです。つまり、藤井風さんの行動や選択が無意識に文化を動かしている状態と言えます。さらに注目すべきは、ファン側の動きです。彼の持ち物や価値観に共鳴したファンが、それを自分たちの文化として広げていく構造が見られます。これは単なる消費ではなく、参加型の文化形成であり、音楽を中心にしながらも多層的に広がるコミュニティの特徴です。今週の動きで見ると、フジロック出演決定とこの現象は無関係ではありません。なぜなら、藤井風さんは音楽だけで評価される存在から文化そのものを動かす存在へと進化しており、その結果として国内最大フェスにおいても特別な意味を持つポジションに立っているからです。この影響力の質こそが現在の藤井風さんを語る上で最も重要なポイントの一つと言えるでしょう。パート3、 SNS コミュニティ動向、フジロック起点で爆発する期待。今週の SNS ファンコミュニティの動きはフジロック出演発表を契機に一気に活性化しました。特に X、インスタグラム、レディットなどでは発表直後から数時間で膨大な投稿が生まれ、どのステージか、海外アーティストとの関係性は、セットリスト予想といった議論が急速に広がりました。特徴的なのはその議論の質です。単なる歓喜の声にとどまらず、プレマの楽曲が野外でどう響くか、英語詞中心のセットになるのかといった非常に具体的で分析的な投稿が目立ちます。これはファン層が成熟し、作品理解を前提とした議論が行われていることを示しています。また海外コミュニティではフジロックデビューという文脈が強調されており、なぜ今まで出ていなかったのか、どのステージがふさわしいかといった議論が展開されています。中にはグリーンステージクローサー、グリーンステージの締めを予想する声もあり、評価の高さが伺えます。さらに興味深いのは遠征計画の動きです。海外ファンによる日本旅行プラスフジロック参加計画の共有が増加しており、航空券や宿泊情報の交換が活発化しています。これは K-POP などで見られるグローバルファンダムの特徴と一致しており、藤井風さんのファンコミュニティが同様の構造を持ち始めていることを示しています。加えて TikTok や Instagram ではフジロックで聴きたい曲ランキング、理想のセットリスト動画といった UGC、ユーザー生成コンテンツが急増しており、ライブ前から体験が共有される状態が生まれています。このように今週の SNS は情報を受け取る場から未来を予測し共有する場へと変化しており、藤井風さんの活動がファンによって拡張されていることが明確に見て取れます。今週は藤井風さんのキャリアにおいて極めて象徴的な1週間でした。フジロック出演決定というニュースは単なるイベント情報ではなく、世界で評価されてきたアーティストが日本の象徴的舞台に立つという意味を持っています。さらにトートバッグ現象に代表されるように、彼の影響力は音楽を超えて文化そのものへと広がり続けています。そして SNS ではその動きを受けてファンが主体的に未来を描き始めています。音楽、文化、コミュニティその全てが連動しながら拡張していく現在の藤井風さん。2026年夏、苗場の地でそのエネルギーがどのように結実するのか、夏が待ち遠しいですね。来週以降も公式発表ライブ情報、SNS トレンドを追いながら最新ニュースを丁寧にお届けします。チャンネル登録をいただけると次の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。メンバーシップでの応援もいただけるととても嬉しいです。それでは次回の風タイムズでお会いしましょう。